くのが綺麗。カツも美味しい。今日の昼はポって決めてた。見た目と味と全ていいですよ。はい。少ないなって思われるより食べきれんわって思われたい。ありがとうございました。ありがとうございました。いつも準備お一人でされてるんですか？お一人です。自分が続けられる範囲でやろうって思ってて、ずっと気軽に来てもらいたいです。肩ロース週に炊いてるんですよ。2日か平日やったら3日分ぐらいあるんで、もう1日はとんかつを作る日2日前につけたやつが今日使うやつ。肩ロースを使ってる理由ってあるんですか？油が少なくって赤身が綺麗。やつがこれ。いつも準備お一人でされてるんですか？はい、営業は？お一人です。すごい。作ったラーメンを向こうに持っていく運び屋さんが一人います。じゃあもう調理とかこういう仕込みとかを食べて、はい中谷さんが全部やられてるんですか？なんだかんだ言って帰って掃除と洗濯とご飯作りあるじゃないですか。仕込みをもっと時間かけてやりたいのは山々なんですけど、おじいちゃんが家にいるんで5時にここを立たないとおじいちゃんのご飯間に合わない。だから終わってからも仕込み戦争ですよ。鶏ガラです。あんまりいろんなもの入れないんですよ、他には。もうめっちゃシンプルです。うちチャーシューがメインっていうか、チャーシューの出汁とかも出るから、もうこっちはめっちゃシンプルで、あと鶏の皮を焼くんですけど、これから油出るんですよ。それをちょっとこっちに入れます。スープが売り切れ次第終了じゃないですか。はい。だいたい何杯分ぐらい用意してるんですか？平日は50ぐらいかな。土日は100。自分が続けられる範囲でやろうって思ってて、ずっと数増やそう思ったら多分できますけど、それをやってると続けられない気がして、ここまでって決めてるんです。事前につけてる。あ、そうですそうです。若干生姜とニンニクが入ってます。と止めてください。ごめん言わないと。これ井戸水なんですよ。水道水ってやっぱちょっと匂うじゃないですか。はい、ああいうのがやっぱないから、その代わり冬の激寒の時に凍ったら終わりですけどね。で、あとはすごい。重いんでここまでですね。肉の油で焼くと煙がめっちゃ出るじゃないですか。燻製ですよね。まあ焼くと断然美味しい。
ラーメン屋を始めた時に絶対肉はこれでやるって決めてて、ネットで調べたりとか圧力鍋で炊いてみたりとかいろいろやったけど、炊いただけだとなんか生臭いじゃないけどあんま美味しくなくて、いや何が足りんだよと思ってたら炙りでしたね。シンプルイズベストしてて、でここもなんか層で、ここに油が50、今年2になります。最初はフラワーアレンジメントの仕事をしてて、結婚式場のお花とか作ってたんですよ。ここの話が来てやる人探してるんやけどみたいな、断る理由がなかったから料理は好きだった。っていうかもう主婦歴が長いっていうか、いまだに備前ドハドも言われますけどね、看板を下げれないんですよ。あれ巻きついてて取れないんですよ。最初のこのお店の外の改装とかも自分でやったんですよ。壁にシール貼ったりとか、看板だけは剥がせなくて7年も経ってるのに。ああ、なるほど。で子供3人いるんで、花の仕事だけじゃもうちょっと欲しかったみたいな。だから本当に片手間でここで2時で終わって花の仕事に出たから2時なんですよ。それがもうこっちが忙しく、なりすぎて片手間で終わらなくなった。その後コロナ来て結婚式場の仕事なくなっちゃったんですよ。コロナって飲食店さんも暇になるじゃないですか。なのにインスタグラムとかでカツラーメンとかが出て、ある一つで来たら行列みたいな。知らないところでバズってたってことですか？そうそれがなかったら本当にやめてたかもしれないですよね。ここで無心でチャーシューがもっと切れてたらもっと出せるけど、あんまりこうバラが出すぎるとチャーシュー切るのが間に合わないから、あまりにも出すぎるとちょっとバラ終了させてもらうことがあるかも。今日の営業は肉がどれだけ切れるかにかかってます。その当時からこういうラーメンにしようって思ってたんですか？レアチャーシューはもう絶対やろうと思ってて、岡山といえば富士麺さんなんですよ。はい。じゃあ私も使いたいわって言って、自分で鶏ガラが炊きたくなって岡山市場に問い合わせたら、はい、鶏ガラ買えるってなって、なんか思いつきでやってしまうタイプ。でもほぼずっと専業主婦だったんで、本当に離婚を機に仕事を始めたんで。第二の人生ですね。そう最初はそのお客さんが来てくれるかどうかなんかも分からんし、修行とかしてないから、素人じゃん。はい。とりあえず最初のラーメン500円にしたんですよ。500円だったら許してもらえるんじゃないって思って、だんだんその常連さんが「チャーシュー増したいんじゃけど」言ってくれて、せっかくいっぱい増すんだったらこれ花びらみたいになるよって適当にこう盛り付けしたのが、はいバララーメンの始まりでした。花のお仕事されてたからこその発想だったかもしれないですね。花なんか綺麗に並べてなんぼの仕事じゃないですか。盛り付けとかも綺麗にしないといけない感覚、なんか私が言うのはあれなんだけど、見た目も味かなみたいな。でカツラーメンも綺麗に並べるんですよ。だから全部綺麗に並べたくって、盛り付けっていうよりも飾り付け。だから自分の中ではラーメンって気軽に食べれる食べ物、
高くしたくないよね。うんロスをなくすのが一番。でも今どこも1000円とか超えてきてるじゃないですか。そこは自分でやってるから、ねうん人件費はいかけずにやってる。その分多少お待ちいただくはあるけど値上げはしないようにしてる。沸騰して、バラ作る時ってここでも1個バラ作るんですよ。まだ早いけど。よかったよね。2度揚げするんですよ。これも早く揚げるか提供するために。これ U レベルやるの大変ですもんね。用意しようと思って。もう一回揚げるからこれ大きいですね。ケチケチせんのが私のモットー。毎日楽しくするのがで、
安藤さん。え、そうなの？ごめん、言うの忘れて2段で買えるから急ブレーキ禁物で何も届いてもういいでいい野菜と肉と香辛料食堂みたいな。だから割りかし食われてるな追いつくんがええのってからいけんかって失礼します。安藤さんだけ生卵見せます。じゃじゃ麺。ジュラジャジャが岡山って。ジュラジャジャ麺。滑った。鬼に金棒じゃん。カツ棒。あ、カツなんですか？とんかつで棒作った。やばい。期間限定メニューで1ヶ月か2ヶ月ぐらいこう変わっていくやつを今日は初めて食べました。唐揚げの生卵が美味しいんですよ。卵とねタレがねすごい合うんですよ。おすすめってありますね。パスタはバラでしょ。バララーメン見た目と味と全ていいですよ。はい。どうしたらこれゲームですか？あ、そうなんですか？はい、どうぞ。
すいません。すごいなんか柔らかくて美味しいです。お休みの日とか行列なんで、今日は平日寄れたんで来たんですけど。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。柔らかくて、いやしっとりしとってめちゃくちゃ美味しい。唐揚げも美味しい。結構シンプルな感じでラーメンとかと一緒に食べれるのいいですね。結構ボリュームがありますね。はい。
なんか値段のがいっぱいあって、この価格でって言ったらすごいなーって。何倍ある？いらっしゃいませ。全部？全員唐揚げ丼頼んだら終わりや。あ、いいよ。この方はバラチャーシューでさらにチャーシュー丼そうです。チャーシューでや。これじゃあ今日よく出てる。ありがとうございました。何杯だっけ？チャーシュー屋な感じよな。見た目が綺麗なんで上品なラーメンっぽく見えるんですけどめちゃくちゃがっつりですよね。なるべく少ないなって思われるより食べきれんわって思われたい。カツも最初よりだんだん成長してきてる。最初もうちょっと小さかったのにでかっとかって言われたらついつい調子に乗って仕込みの時にちょっとずつ大きになってきよるね。カツってもう一枚なんか。もう2枚ある。ってみんなに言われて。岡山みなみの会議の方に行ったところよパラナットいいんじゃないですか。綺麗ですね。綺麗です。カツも美味しい。
昨日から今日の昼はポッて決めてたんで、やっぱりチャーシューですからね、こってりじゃないからね、チャーシューといいバランスが取れていると思います。お待たせしました。どうぞ。大体何時にここ出てるんですかいつも。 5時前に出たらギリ帰れるから、家の火事がなかったらもっとゆっくりできるのにもし家の火事なかったら夜も営業したりとかな。あ、りますか？できるよね。体力は持つか。毎日やってるから元気で俺とる。風邪ひく暇がないっていうか。風邪ひくっていうか、ちょっと味付け。ニンニクとかの味が余計しみるかなと思って適当なんですけど。新しいメニューとかたまに増やしてみたりするんですか？期間限定は変えてる。2月は鬼日なんでのジャージャー裏ジャーの近所のネギ屋さんがネギを大量に買ってって言われた時はネギラーメンにするとか、塩バターやってって言われるから、塩バター。あとはだいたいネギ切ったりぐらいかな。こういうの持っとるじゃん。ラーメンをいっぱいいっぱい作られるじゃないですか。あれはなんか理由があるんですか？最初始めた時ってもっとすごいもたついてたんよ、多分一杯作るのが精一杯だったんだね。自分で運んだりもしとったから一杯作って持っていく、麺茹でてる間にまた運ぶみたいなことをしてたから、その名残かな。味は変わりましたか最初と今の？変わってないけど、前来てた人が食べたら美味しくなったっていうのは多分こっちの段取りだと思う。提供スピードとか、スムーズに出せたらそれだけ美味しいんだろうね。でも入れてるものは一緒なんよ。変わってないはず。私的にはラーメン作っているっていう感覚じゃなくって家庭料理の延長よ。普通にご飯作ってる感じかな。あんまり体にその悪そうなものも入れたくないしみたいな、自分が食べたいと思うもの、そういう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お店をやっていて大変なことはありますか？家に
ちょっと80歳の父がいるんですけど、5時半にご飯を届けないといけないんですよ。限られた時間の中で仕込みするのがまあ大変といえば大変かな。何か工夫とかされてますか？仕込む日にちを決めてて、この日はこれっていうのをもうマックス時間がある限りやります。ちょっとでも多くできるように。ラーメンを作る上でこだわってる点があれば教えてください。ラーメンっていうよりもう家庭料理の延長なんで、私としては添加物とか無駄なものを入れずに、なるべく体にいいように作りたいかな。盛り付けはとにかく綺麗には来てよかったなって思えるように盛り付けたいなとは思ってます。最後にお客様に一言あればお願いします。気軽に来てもらいたいです。あとちょっと入り口が狭いんで見逃しちゃうお客さん結構いるんですけど、ここです。入り口細いですね。細いんですよ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。